こんにちは、書道家のしおりです。今日は書道専門店5選ということで、私がいつも用具を買ったりとか、いろいろお世話になっている書道の専門店をご紹介していきたいと思います。私がですね、大人になってその作品をですね、本気で作ろうというふうに決めた時にですね、その師匠にそのお店をご紹介してもらって実際に足を運んで自分で商品を選んだりとかしてきたんですけれども、やっぱりですね、一番最初にそのお店に行った時はですね、何を選んだらいいかというのがもちろんわからなかったですし、そのお店の方にですね、もちろん聞くことはできるんですけれども、その商品の知識がなさすぎて何を聞いていいかわからないといったですね、結構そのお店にずっとドキドキしながらいたという記憶があります。で、結局ですね、買わなければいけないものだけはなんとか買えて、その時は帰ったんですけれども、そのお店にですね、やっぱり特徴というものがあったりするんですね。で、今までも本当にいろいろなお店に足を運ばせてもらって、そのお店の方とですね、少しお話なんかもしたりとかしてきましたので、そういったですね、お店の特徴というか雰囲気だったりとか、あとですね、そこで買った商品とかも少しご紹介しながら、お話の方をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい、まず一つ目のお店は京和さんになります。カタカナのですね、京に平和の和という風に書くんですけれども、こちらはですね、特徴としましては、もうすべてのものが揃っているという風なところだと思います。私がですね、一番最初に行ったお店がこちらになるんですね。で、お店なんですけれども、お店はですね、このホームページのところにも書いてあるんですが、今このようにですね、何店舗かあるうちで、私がよく行っているのは新宿店になります。行き方としましては、新大久保駅または総武線の大久保駅から徒歩ですぐだったと思います。ちょっと新宿からは歩く感じでしたね。はい、そして店舗なんですけれども、こんなような感じなんですよね。言ったら敷居が高いというよりは、本当に何でも揃っている老舗の文房具店みたいな雰囲気です。で、多分ですね、書道やってる方は京和さんって言うと結構皆さん知ってるんじゃないかなっていうぐらい親しまれているお店なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、それでは京和さんで何を買ったかということなんですけれども、一番最初にですね、やっぱり紙とかを買いましたね。例えばですね、こういう、これは金文字用の紙なんですけれども、こういうですね、結構そのもう束で買えるような版紙とかがですね、売ってたりします。またですね、作品を描くときというふうに冒頭でお伝えをしたんですけれども、例えば書道の大きな公募展で毎日書道展とかっていうのがあるんですけれども、私はそちらにですね、一時所属をしていまして、そこで書く時というのは規定のですね、紙のサイズがあるんですね。その規定の中でよくあるサイズというのは、縦横がですね、60センチと180センチとかっていうかなりですね、大きい紙を用意しなければいけないんですね。それを特寸と言ったりもするんですが、そういう紙を買いにこの京和さんに行きました。書道用紙っていうのはそれこそですね、本当にいろいろな種類があるわけなんですね。で、書いていきながらその自分の作品に合う紙というのを見つけていくという作業になるんですけれども、またですね、紙っていうのはその流通の状況だったり、その供給の状況、素材だったりとかっていうことによってすごく影響を受けるので、一旦気に入ったものが見つかったとしても、もう手に入らなくなってしまうということも多々あって、そんなこともある中、最初はですね、本当に何を買ったらいいかわからなかったので、とりあえず該当する紙のサイズの紙を買って書いたっていう記憶があります。またですね、京和さんで買ったものというのは、例えば本当に最初に集めなければいけないこういう書道の下敷き、毛片とか、こういう文鎮とかですね、これらもですね、一式買い揃えました。で、この毛片で見ていただくと、
結構ですね分厚いと思うんですね。で確か6ミリの購入したと思うんですけれども、この下敷きもですねその厚みによって書き味がかなり変わってきたりとかするんですね。で一般的なというか、やっぱり通販とかでよくある下敷きって2ミリとかが主流なんですけど、かなり書き味が変わってきてしまうというところがあります。で、こういうですね厚みのある毛片を売ってたりもします。それとですね、今見ていただいている私がその作品を作る時というのは2メートル ×2 メートルの毛片を使ってるんですね。絨毯みたいなサイズですね。でそれを買ったのもこの京和さんになります。でこれはですねお店の方には売っていなかったので、電話で聞いて確かサイズをですね相談して、その毛片の厚さもですね何種類かあったので、その時も6ミリのこの毛片を買いました。ですので、この京和さんはですね、一番最初に一式揃えたいっていう時は本当に全てのものが揃っていますし、お店の方に相談もしやすい雰囲気だったりもしますので、おすすめのお店になります。はい、続いてご紹介したいのが宝剣堂さんになります。特徴としましては、すずりの工房があるお店になります。この青柳さんという成剣師、すずりを作る、職人の方ですよね。先生がいらっしゃるお店になりますので、かなりですね、すずりのご相談なんかもできるようなお店になります。場所はですね、都内の浅草駅から徒歩3分ということで、アクセスもですね、確かすごくしやすい場所だったと思います。でこちらのお店はですね、特にオンラインとかがないんですね。そういう意味では関東の方に限定されてしまうかもしれないんですけれども、このお問い合わせ先というふうに記載があるお電話でいろいろなことを相談することができるんですね。で私がですねよく買っているものは墨が多いんですね。と言いますのも、作品を作る時にですね、どういう表現をしたいかによって使う墨がかなり変わってくるんですけれども、こういうような表現をしたいんですけど、それに合った墨って何かありますかっていう相談をすると、それにですね対していろいろな提案をしてくれたりします。であとはですね、紙もですねいろいろな紙がありまして、じゃあその墨と合うような紙ってありますかっていう相談ができたりとかするんですね。なので、自分一人でその探すというよりも、こういうご相談ができるショップっていうところで言いますと、長くですね付き合っていきたいなっていうところで、今回ご紹介をさせていただきました。ではその宝剣堂さんで買ったものを少しご紹介したいと思います。私はですね墨とあと紙もですね結構買わせていただいてるんですけれども、今回ちょっと墨をですねご紹介したいと思います。でこれはですねもうこの2つはですねご相談とした内容としては、とにかくですね黒色の墨液を作りたいんですっていうことで、予算もだいたいお伝えをしながら、そういうすりやすい墨、黒ずみになるものを何かないですかって言った時に提案をさせてもらったものになります。でこれとかはですね、結構使ってはいるんですけれども、この墨はですねにじむ墨、そしてどちらかというと青色系のものがないですかって言った時に提案してもらったものだったり、あとこれとかはなんか面白い墨ありませんかっていうで、出してもらった墨になります。この古原っていうのを私すごい使っていたりとか、あとこれはですね、赤系のちょっと変わった墨っていうことでご紹介をしてもらったものになって、まだこれはですねあまり使いこなせていないんですけど、これもですね墨はもうずっと持っていても、腐るものではないですね。ちゃんと保管していれば腐るっていうものではないですし、ずっと持っているとまた味も変わったりとかするということで、またいつか使いたいなと思います。こんな感じでですね相談をすると、その表現に合うような商品っていうのを提案してくれるんですね。それをお電話で対応してくださるので、オンラインはないんですけれども、そのご相談はですねいろいろできるお店になります。初心者の方というよりは少しですね慣れてきて、もっとこういう表現がしたいなっていうものがある方はですね、
いろいろご相談のできるお店なんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いてご紹介したいのが所有さんになります。今見ていただいているのは所有さんのオンラインになるんですが、このオンラインストアがですね、すっごく充実しているのが所有さんの特徴かなというふうに思います。で、この所有さんなんですけれども、店舗もありまして、こちらにありますように、本店がですね、奈良になるということですね。で、私はですね、ちょっと関西方面に今住んでいないので、実は実際のお店に行ったことはないんですね。ないんですけれども、このようにですね、そのオンラインが充実しているので、特に困ったことがなくて、で、こちらで結構いろいろですね、ちょこちょこ買わせていただいているという感じになります。で、特にですね、買っていたのが紙になります。さっきもですね、ちょっと触れたんですけれども、何を買っていいかわからないっていうところがあって、で、それをですね、すごくこういうカテゴリーとかで分けてくださってるんですね。コラムとかもあるので、何を買ったらいいか迷った時に読むような記事もあったりとかします。で、その見やすさというところで言いますと、こういうですね、漢字用の書道詞、仮名文字、仮名用とかですね、いろいろと分かれていますし、例えば、もう半紙を買いたければこの半紙というカテゴリーで見ることができますし、その作品を作る時にですね、よくその標準的にあるこの全紙サイズ、特寸サイズっていうのは、そのあれですね、公募展とかで規定があったりする時はこちらから選んだりという形で、すごくですね、いろいろこう選びやすさがあって、かなりですね、紙とかは買わせていただきました。で、それで所有さんで買ったものなんですが、先ほども言ったようにですね、私は主に紙を買わせてもらってたんですね。で、この中でよく買っていたものが、玉山って確か読むんですけれども、この玉山シリーズをですね、私はとってもよく使ってましたね。特にこの厚口っていうものを使って、厚口のものににじみを入れたりとかっていう形でですね、いろいろとその使って、確か毎日書道展とかにね、前衛書道のカテゴリーの中で作品をですね、作っていました。で、何度か入選もさせていただいたという経験があります。で、その所有さんのいいところっていうのが、このような形で、レビューとかもいろいろ見れるんですけれども、どういう表現に向いているかっていうことをすごくね、細かく書いてくださるんですよね。なので選びやすいですよね。実際やっぱりお店に行って書いてみてっていうことができれば、それが一番いいんですけれども、例えば近くにお店があったとしても、そんなにそのお店にしょっちゅう行けないじゃないですか。そういった時にこの所有さんはですね、そのオンラインサイトがこれほどですね、充実しているというところで、今回おすすめをさせていただきました。あとですね、このように紙をですね、そのぴったりのサイズに裁断してくれるサービスもあったりですとか、その額装のサービス、裏打ちとか、そういう額に入れてくださるですね、そういうサービスもありますので、トータル的にお世話になることもできたりします。はい、では続いてご紹介したいのがピグモンさんですね。ピグモン東京さんになります。このお店はですね、書道用品店というよりは、そのアートに関わるものを取り揃えている、とても素敵なお店になります。で、お店に入るとですね、今ご覧いただいているような、この動画の背景に、スタッフさんのですね、背景にあるようなその顔料がこういう形でずらっと並んでるんですね。それだけでも多分このような動画を見ていらっしゃる方はですね、胸がときめくんじゃないかと思います。で、私もですね、昔からその文房具自体が大好きで、こういうお店とかあるとよく買うものがなかったとしてもこう見に行ったりとかねしてたんですけれども、そんなワクワク感もね感じるお店だと思います。で、このお店なんですけれども、場所としましては臨海線の天王洲アイル駅から徒歩で3分ですね。すごく近い場所にあります。この天王洲アイルは、ちょっと都心からですね、行かなければいけないという印象があるかもしれないんですけれども、この界隈というのはですね、寺田倉庫さんが所有している、運営している
アートギャラリーとかもあったり、素敵なカフェとかもねいろいろありまして、結構週末になりますと人がたくさんいるような雰囲気がありました。でこのピグモン東京さんも寺田倉庫さんが運営しているものになります。でこのショップの雰囲気もですね、今見ていただいているようにかなりこのアーティスティックな建築自体もですねすごく素敵なデザインだったりしますし、その八景とかも売ってるんですね。でこの八景だけではなくて、もちろん筆もねいろいろ売っています。あとはですね、こういうそのスタッフの方々が、もうスタッフの方々自体もアーティストさんが多くて、こういうワークショップとかもね結構定期的に行っているんですね。で私も何度か参加させてもらったりしました。こういうですね、先ほど冒頭でお話をしたこういう顔料をですね合わせて絵の具を作ったりとかっていうワークショップですね。でまさにそのワークショップに参加したことがあります。であとこういうですね、色木というその色の墨があったりとか、本当にですねいろいろなものが取り揃えてあって、一つ一つがとても素敵でっていうような感じのお店になります。はい、ではですね、ピグモンさんで購入した商品をご紹介したいと思います。まず1つ目が、これクジャクの羽を使った筆になります。すごい綺麗ですよね。実際にこういう七色に光るような感じの筆ですね。でもちろん普通の筆も売ってたんですけれども、結構こういう変わったものの取り揃えが多いような印象があります。あとはですね、これとかは三河の液ですね、ちょっと今取っているのが冬になるので固まっちゃってるんですけど、夏とかはねすごい液状になって使いやすいものだったりとかします。あとはこれも増粘剤ですね。ちょっとそのアクリルのものにはなるんですけれども、その表現をですねもっとこういう風にしたいなって言った時に、ピグモンさんもですねすごく気さくにスタッフの方が相談に乗ってくださるんですよね。先ほど言ったみたいにアーティスト作家活動されてる方がほとんどだと思うんですが、そういう意味でもねすごく共感をしてお話ができたりとかする雰囲気があります。あとはもちろんですね、こういう普通の書道用品も売っています。これもピグモンさんで購入をしました。こういうものもですね普通に相談をして買うことができたりします。はい、そんな感じでピグモンさんはですね、もちろんですねその目的がある、購入したいものがあるっていう時も何か見つけることができると思うんですけれども、先ほども言ったみたいにですね、お店自体もですねすごく素敵なので、一度足を運んでみられるのもいいんじゃないかと思います。はい、では最後にご紹介するのがゴールデン文具さんになります。こちらはですね、横浜の桜木町ピオシティ3階にある専門店なんですけれども、こちらはですね、よく私は学装とかでお世話になっているところになります。書道の場合は和紙に書くので、墨とかの水分でその紙がですねシワっぽくなってしまうんですね。でそれを裏打ちをして額に入れるということをこのゴールデン文具さんで結構ですねお願いをしているんですね。で今ご覧いただいているのはネットショップの方になるんですが、売っているものはですねもう書道の専門店ということで書道用品店になります。と言いましても、もう書道に関係するものなら何でもあるというようなイメージを持っていただくと良いかと思います。あとですね、そのお店に行くとその膨大な量に圧倒されるんですけれども、硯とかもですね実用的な硯はもちろん売ってるんですけれども、硯ってその岩から作るんですね。その産地の岩から作るということで骨董品になったりもするんですよね。そういうかなり高額な硯が売っていたりとか、あとはその古木という、古い炭ですよね。そういうものが売っていたりとか、時間があったらずっと入れるんじゃないかっていうぐらいの膨大な量の書道に関わるものが全て売っているようなショップ、ゴールデン文具さんになります。ではゴールデン文具さんで買ったものを
紹介していきたいと思うんですけれども、これはですね、筆の洗い方、お手入れの仕方というところでご紹介をした筆シャンなんですけど、こういうものとかもです。ゴールデン文具さんで購入しました。あとは、その墨で、私はですね、基本的に固形の墨ばっかりを使っていたんですけれども、こういうですね、古木の木液とかも売っていたんですね。なんで、これも、作品に使えるかなっていうことで買ってみたりとか、あとこれもですね、ちょっとだいぶ使って汚れているんですけれども、練り墨なんですね。濃いその木液状の前ですね、かなり濃くって薄めなければいけない墨なんですけれども、そういう練り墨が売っていたりとか、あとこれは固形の墨で、もちろんいろいろなね固形の墨が売ってるんですけれども、この墨ね、すっごい安い古木だったんですよ。なんかこういう多分いつのものかわからないような、古木とかも結構ね売ってるんですよね。だからすごいこの軽い、もう多分年月が経ってすごく軽くなっている、水分が抜けて軽いんですけど、そういう面白いものが売っていたりとかします。あとはですね、そのちょっと文房具店的なものもたくさんあって、これは画線紙っていう墨をですね弾かない、用紙のはがきですね。年賀状とか、あとはがきを書くときに使えるようなものをですね。で、結構こういうものをですね買おうとすると高いんですよね。なんですけど、ゴールデン文具さんはこの見ていただいた通りですね、こういうもう箱で売っていて、これが100枚で、682円ですね。税抜き620円ですね。当時ですけどね、こんなものとかも売っていて、もうやっぱりですね、文房具好きの私にとってはとても楽しめるショップさんになります。雰囲気としてはすごく気さくな雰囲気なので、それこそですね、スタッフの方々も結構店内にいらっしゃいますし、相談ができるような雰囲気なので、気軽に行っていただいていいんじゃないかなっていうふうにも思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、私がいつもお世話になっているお店を5選ということでご紹介をさせていただいたんですけれども、今回ご紹介をしたお店以外もですね、まだまだたくさんのお店があると思いますので、気になったら行けるのであれば実際に足を運んでみると、いろいろな発見があるんじゃないかと思います。またその用具とかもですね、買い足しをしていきたいと思ってるので、そんなものもですね、またレビューも含めてご紹介をしていけたらなというふうに思っています。またこのような動画を出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。